せよ、心です。新年初渡韓ということでまた韓国に来ているんですが、2026年も免税は終わりましたがアンチエイジングを頑張っていこうと思います。じゃあ早速なんですけど、いつも行ってる WM さんで今回も定期的なメンテナンスを受けてこようと思います。これが今ビフォーです。リフティング系メインにしようと思ってます。頑張るぞー、レッツゴー。 WM クリニックさんはカンナム駅11番出口すぐの1階にバーガーキングが入ってる建物の15階にあります。韓国人のお客さんからも人気があって、もちろん日本人のお客さんもたくさん来るので、常に日本語の通訳士さんがいらっしゃいます。日本人のスタッフさんも多いので安心して通えるクリニックさんだと思ってます。私は今回このウルセラ P プライムっていうウルセラの一番新しいものをメインに受けに来ました。こちらグルタちゃんのサプリメントなんですけれども、粉状になっておりまして、施術前に飲んでいただいたらコンディションも上げてくれますし、施術効果も高めてくれます。お渡ししますね。以前ですね、V ロもされたことおありかなと思いまして、ウルセラが、V ロと同じようなハイフレーザーのものになるんですけれども、ウルセラの方が V ロよりもエネルギーの出力度が高いので、より効果しっかり見られるかなと思います。で、気になってらっしゃるのがフェイスラインと顎下くらいになっていきますか？そうですね。ちょっとここがへこんでて여기까지 있는 것도 좀 신경 쓰인다고. 예. 그래서 이게 여기가 타이트닝 되면 살짝 지금 옆볼 꺼지면 오고 계셔서 그 부위가 조금 부각돼 보이실 수는 있어요. 그래서 지금 상태에서 뭐 울세라를 들어간다고 해서 더 옆볼 포임이 더 심해지거나 그러지는 않게 원장님이 디자인을 잘 해주실 거예요. 麻酔クリームのみで本日施術を行っていただけるかなと思うんですけれども、大丈夫ですか？痛くないですか？ 안아프냐고. 약간 찌릿찌릿한 느낌이 있고요. 주사 바늘로 찌르는 통증이 아니라 날카롭게 레이저 파장이 들어가는 거라서 특히 이렇게 페이스 라인이나 이렇게 조금 턱 가까운 부분, 뼈 가까운 부분으로 들어갈 때는 조금 찌릿찌릿한 느낌을 드실 수 있어요. 施術後1週間の間は過度な運動ですとか飲酒喫煙、あとサウナに行くなど顔から熱を帯びるような行動は控えていただくようにお願いいたします。あとウルセラ終わった後なんですけれども、普通にしてるときは大丈夫なんですが、ちょっと洗顔するときに触ったりしたらちょっとズキズキっていう痛みが感じる場合がございます。ウルセラ以外にも少しメニューを追加したので、また後で一つずつお見せします。ウルセラの機械はこんな感じで、カウンセリングでおっしゃってた通りに本当に表面麻酔の塗るタイプのクリームだけで進めていくので、めちゃめちゃ緊張しました。痛みの種類がわからない時ってすごい緊張しますよね。ドキドキしながら麻酔クリームが効き始めるのを待ってます。当て方は他の高周波の機械と同じような感じで、最初にジェルを塗って機械で下からこすり上げるんじゃなくて一回一回止まって打つんですけど、最後にちょっとだけグイッと上げるような感じで当てていただきました。私はエラ周りのたるみと、あとほうれい線と顎下に中心に当ててもらいました。で、頬骨のちょうど下あたりがちょっとずつこけ始めてたので、そこ以外に当てるのと、下からそのへこみに向かって引き上がるような感じで当ててもらいました。痛みの種類はなんかシュリンクとボルニューマを合わせた感じ、骨にビリビリビリっていう刺激が走るんですけど、それプラス熱さもあるような痛さでした。最初はね、全然耐えれたんですよ。これならいけるかもって思ってたんですけど、すっごい細かく当ててくださって、私300ショット打ったんですけど、ちょっとずつ位置を変えながら当てていくので、かなり熱くなってきて、痛いっていうよりかは熱っていう感覚の方が強かったです。徐々に耐えられなくなっていくんですけど、でもこれなら麻酔クリームで全然いけるかなっていうぐらいの痛さでした。ウルセラは睡眠麻酔とか受けないと受けられないぐらいのレベルで痛いっていう風に聞いてたので、すっごいビビってたんですけど、意外と耐えられるぐらいの痛さで、これを年に1回たるみ防止のために受けるんだったらめっちゃいいと思います。糸リフトとかだとどんどん中に糸が溜まっていくのと効果がなくなるのが早いって聞いたので、もし糸リフトを検討している方は先にウルセラを受けてみてから、その様子を見て手術を考えた方がいいかなと私は思います。顔の手術はこのウルセラ P プライムと、あと数年ぶりにボトックスを打ってきました。
エラノボトックスは私食いしばりがかなりひどいので定期的に打ってたんですけど、頬こけが加速してからはちょっとやめてて、ただ今回はかなりエラが張ってきてたので一緒に打ってもらいました。そしてウルセラを受けたので LDM とモデリングパックで鎮静管理をしていただきました。この2つは鎮静管理なので肌手術の後だけじゃなくって肌荒れが気になる時期とかに受けるのもいいかなと思います。そして今回は久しぶりにネックケアも追加してきました。前回は夏場ぐらいにやったと思うんですけど、その時もかなり効果を感じたので今回は2回目の手術になります。まずはハイククスでエコラとスキンボトックスを入れてもらいます。ハイククスは針が何個かついてて、それを首のシワに沿って打っていきます。これもね、痛みを和らげるためにハイククスを使うんですけど、なかなか痛いです。でもまあ耐えられる痛みだとは思います。そしていつも顔にも売ってるシルファームです。これは赤みとか小じわとか毛穴とかにも効果があります。これもちょっとポテンツァに似たような機械なんですけど、さらに電流がピリピリっと走るのでかなり痛いです。前眼に打つと涙が出てくるぐらい痛いんですけど、首はまあなんとか耐えられるぐらいの痛みです。で、なんと今回は背中にもシルファームを打ってみました。私背中とかデコルテ周りとか体ニキビができやすいタイプなんですけど、背中のケアもね去年の夏ぐらいにちょっとずつ始めてて、前にララピールを他のクリニックさんで受けた時に背中のケアもいいなと思ったので、今回は針に挑戦してみました。これね、アンプルを塗って多分シルファームをその上から打ってくださってるんですけど、私は背中のニキビが気になってたのでニキビに効くアンプルを入れてもらいました。痛みは背中なのでマシだったんですけど、やっぱりシルファームは電流が流れる分この針が何個か刺さってる感覚はあります。でもそんなに身構えるほど痛くはなかったです。そして最後に点滴も受けてきました。前回のダウンタイムの時に VVIP 点滴と白玉点滴を5日連続で確か受けに行ったんですよ。でその時に白くなったっていうか黄身が減って透明感が増したような感じがしたので、これまた受けたいなってずっと思ってたんですけど、なんと今回白玉点滴を受けたいっていう風に言ったら白雪姫点滴っていう新しいもっと成分が濃くなった点滴が出たよっていうことだったので、それを受けてきました。1回でかなりトーンアップするっていうことは難しいと思うんですけど、でもこれ続けて打ってたら透明感は増すと思います。手術が終わってホテルに帰ってきたんですけど、ウルセラの効果やばくないですか？ 2,3 キロ減ったぐらいの効果を直後から感じてめちゃめちゃびっくりしました。お母さんに自撮りを送りました。多分ここまで行くと思うんですけど、ただこの次の日から顔がめっちゃ腫れます。私 1.5 倍ぐらいまで腫れてパンパンになりました。この後いろいろ予定があったので帽子を急遽買って髪の毛で輪郭を隠しながらソウルを旅行しました。ウルセラを受ける方は1週間ぐらいはダウンタイム見ておいた方がいいと思います。なんか打った直後からところどころミミズバレのような感じで中側が硬くなってたりして大丈夫かなと思ってたんですけど、それは1週間ぐらいで消えてなくなりました。あとエラの部分にしっかりウルセラを打ってもらったので、エラに筋肉痛のような感じの痛みが走ったり、今まで感じたことない高周波のダウンタイムを感じました。ただ直後の今後なるであろうアフターの姿を見たので、これからは高周波をちょくちょく受けるよりかはこうやって年に1回かなり強めのウルセラを受けるのが私には合ってるんじゃないかなって思いました。当分糸のことは考えないで良くなったような気がします。はい。では、手術から1ヶ月経ったので、一つずつちょっとレビューをしていこうかなと思います。メニュー表をいただいてきたので、これを見ながらお話しします。まず今回のメインの皆さんが多分一番気になってるであろうウルセラについてです。一番新しいウルセラを受けてきたんですけど、皆さんが多分ご存知のウルセラは睡眠麻酔をして受ける方もいるほど痛いっていう多分イメージだったと思うんですよ。私もそのイメージだったんで、ちょっとドキドキしてたんですけど、本当に
手打ちのスキンブースターを受けてる方なら全然余裕だなって思うぐらい、痛くなかったって言ったら嘘になるんですけど、でもそのぐらいの痛さでした。で、効果なんですけど、私が定期的にリフティング系の手術は受けてしまってるので、あんまり劇的変化はなかったんですけど、受けた直後が本当にすごくて、今まだちょうど1ヶ月で、先生によると1ヶ月後から徐々に効果が出始めるよっていうことだったので、まだ完成はしてないのかなと思ってるんですけど、でも、なんだろう、皮膚が骨にくっついたというか、ピタッとしたのと、あと全体的にギュッと引き上がったような感じはしてます。たるみ具合が多分2年ぐらい前に戻ったというか、でもそのぐらいリフティング効果はとても感じました。これ私、高周波も全部いろいろ受けるのやめて、ウルセラを毎年1回ずつ受けようかなと思ってるぐらい良かったです。で、たるんでからこうやってリフティング系手術するのもいいと思うんですけど、やっぱり20代からリフティング系はした方がいいなと思ってて、そうやって1年に1回ウルセラを受けるっていうのも今後のたるみ防止になるので、めちゃめちゃありだなと思います。そして次なんですけど、今回ボトックスをエラに久しぶりに多分2年ぐらい打ってなかったかな。ボトックスを打ってきました。よく言われるじゃないですか。エラボト打ちすぎるとこけるっていうの。で、私もそれをちょっと感じてしまったので、もう当分打たないとこうと思ってたんですけど、この間行ってきた肩ボトックスが上手なクリニックの先生が、いや、エラのボトックスは上手いところで打ったらこけないよっていう風に言われて、そうなんだと思って、その時は打たなかったんですけど、久しぶりに WM さんに行ってきたので打ってもらったら、これ先生によるのかなわかんないんですけど、 WM さんで受けた今回のエラのボトックスはこの本当にこの外側ギリッギリに打ってました。効果がバンと出始めるのがめちゃめちゃ楽しみです。エラボトックスはね、あんまり打ちすぎるのも良くないと思うんですけど、私みたいに食いしばりとかがある方は定期的に受けるとかなり顔がスッキリするとは思います。ウルセラもやってるんでこけにくいじゃないかなって感じですね。また1年様子を見てボトックスをやるかやらないか決めようと思います。はい、じゃあ次は今回顔の手術はそんなにしてなくて、シミ取りを受けてすぐだったのであんまり良くないかなと思って張り系はお休みにしました。ボトックス関連で言うと今回多汗症の脇のボトックスも受けてます。これ前回夏場だったかなに受けて感動したんですよ。私グレーの服とか着れない方いらっしゃいますよね。冬場でもグレーの服とかちょっと色が変わりそうなお洋服着たりするときに脇が気になるなっていう方、ぜひボトックス受けてみてください。前回は最初は50ユニットからしか受けれなくて、前回50ユニット初めて受けたんですけど、脇がの手術とかよくあるじゃないですか。私そこまでではないんですよ。そこまでではないけど、全身に汗がかきにくくて脇とか手とかに集中して描くタイプなんですけど、脇用の制汗剤がパースピレックスって言って多分ちょっと有名なかなり効き目の強いものを使ってて、私匂いも気になるので使ってたんですけど、でもこのボトックスを始めてから一切塗ってないんですよ。私にとってはもう本当に革命レベルの手術なんですけど、めちゃめちゃ汗の量が多い人は最初は3ヶ月に1回とか打って徐々に回数を減らしていくみたいです。顔のボトックスだと1ヶ月から1ヶ月半ぐらいしたら効果が出始めてキュッとなってくるんですけど、脇はもう受けた次の日から脇汗が気にならなくなってちょっとびっくりしました。個人差はあると思うんですけど、私はそんな感じでした。今回は顔の手術があんまり受けれなかったのでネックケアを久しぶりに受けてきました。私横のシワが若干薄く刻まれてるんですけど、これが気になってて1年弱ぶりぐらいに受けてきました。で、今回私が受けたのはいつも売ってるシルハームですね。スキンブースターがエコラっていうやつでハイククスで入れてもらいました。こういうシワとかにはちょっと固めのスキンブースターを入れるみたいです。これね、継続してやった方が絶対いいなと思ってて、すでにもうシワが入ってしまってるので、これ以上濃くさせないためにも定期的にネックケアは必要だなと思いました。普段のスキンケアももちろんめちゃめちゃ大事ですが。で、最後はそうだ、今回背中のケアも去年夏
くらいだったかなに1回私違うところで受けてるんですけど、背中もやっぱりケア大事です私冬の方が背中こういうニットとかにすれるとニキビができるんですよ。デコルテもなんですけど体のニキビができやすくって、それを WM さんで今回相談したら、背中にもねシルファームが打てるっていうことでおすすめしてもらったんですけど、背中のはデュアルシルファームっていうやつで毛穴と張りのチップでやってもらいました。今回はレスノベっていうニキビケアのアンプルを入れてもらってます。これ 4cc ですね。手術を受けた後は顔にポテンツァを打った時みたいな感じで針の後のかさぶたがブワーって背中にできるんですけど、そのかさぶたが全部取れてったら背中がねめっちゃつるんってして一皮むけたような感じで、1ヶ月経った今はなんかニキビができにくくなったような感じがしてます。これもね定期的に受けたら背中めっちゃ綺麗になると思います。ブライダル準備の方とかもよかったらおすすめです。背中のケアもね年齢的にそろそろしないといけないなと思ってたのでいいものに出会いました。シルファーム皆さんめっちゃおすすめです。これね私今回ニキビケアだけだったんですけど、他にもいろいろなアンプルがあって、シミ赤みとか炎症性ニキビもありますね。なんでよかったら WM さん行ったらチェックしてみてください。これ新しい手術で前行った時はなかったので。で今回前回紹介したこの SRB のクリームがあるんですけど、これのラインから新しいのが出たっていうことで、もう今めっちゃ使ってて、これ2本目なんですけど、じゃーん、こっちがパックでこっちがクリームなんですけど、見てボディクリームですかってぐらいすごい大きなのが出てます。3つが SRB の新しいラインになります。これちょっと熱弁したいんですけど、必ず肌管理のダウンタイムとかに使ってるのがこのクリームで、日常的にもめっちゃ使ってます。 SRB スキンビルダークリームっていうクリームです。 PDRN 成分がいっぱい入ってるクリームなんですけど、リジュの2倍成分が含まれてるっていうので、私はめちゃめちゃダウンタイムとかに重宝してるんですけど、これが再生クリームで、今回新しく出たのがこんなめっちゃでっかいボディクリームぐらいの 310ml もあるこのサイズのクリームが出ました。こっちはオールタイプなんですけど、こっちが集中ケアになってるので、これを再生クリームとして使って、こっちは私は乳液代わりに使ってます。全然ベタベタもしないし、なんか嫌な匂いとかもないし、なのに超保湿をしてくれます。でもっともっとおすすめなのが、これ私の人生パックって言いたいぐらい大感動でした。1枚ねお母さんにあげたんですけど、お母さんもめっちゃ感動しました。じゃん、こんな感じのパックなんですけど、見た目と使い方は普通のパックと一緒です。これがやばいのが逆でした。すいません。私これ手術した次の日の朝に貼ったんですけど、貼り終わって外したら結構赤ら顔なんですよ。この辺とかチーク塗らなくてもいいぐらい赤みがあるんですけど、その赤みがめっちゃスッて引いてて、それだけだと思うじゃないですか。もう他に美容液とかクリームとか塗らないでいいぐらいすっごい保湿されてて、しかもそれが夜まで続くんですよ。あんまりそういうパックないじゃないですか。私だけかなでもこれが本当パックの最上級って言えるぐらいめちゃめちゃ良かったので、ぜひ皆さん WM さんに行く機会がある方はこれお土産にもいいし、ご自身用に買っていただくことをおすすめします。めちゃくちゃおすすめのパックでした。お母さんもこの間一緒にコンサート行った時に、その日の朝にこのパックをしてから行ったんですよ、コンサートに。で帰ってきてからもわすごい顔がまだ潤ってるって言ってたので、どの世代の方にもおすすめです。はい、本当にこれ一枚一枚大事に使おうと思います。これはね WM さんが独自に開発されてるスキンケアグッズなので、その辺の薬局とかでは買えないので、ぜひ WM さん行って買ってみてください。はい。では今回は2026年肌管理始めということで、がっつりいろいろと施術を受けてきたんですけど、いかがだったでしょうかなんか私のフォロワーさんが WM さんに来て、ここれちゃんと同じメニューしてくださいっていう風にいっぱい言っていただいたみたいで、私自身は視聴者さんに会えてないので、どのぐらいの方が来てるのかなっていうのはわからなかったんですけど、スタッフさんが私を見るなりそうやって言ってくださったので、すごく嬉しく思います。ではまた次いつになるかはわかんないんですけど、続けて私のメンテナンスをお届けできればなと思います。よかったらこの動画も参考にしてくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。